いきます。タイヤになってます。乗っていてすごくコンフォート性が高いなというのがまとめです。キュッキュッみたいな感じでこうハンドルを切っていけるっていうね、楽しさがあります。つるんつるんだ。コンチネンタルとしてのですねキャラをものすごく強く持っているっていうようなね。はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井ゆきです。今日はですね、私北海道札幌に来ております。新千歳モーターランドということでですね、今日はコンチネンタルの試乗会にやってきました。さあ、このコンチネンタルというのは150年の歴史を持つタイヤメーカーではありますけれども、ドイツでは歴史があるんですが、皆さんにとってコンチネンタルイコール冬タイヤっていうですねイメージもしかしたらないかもしれないです。実はこのコンチネンタルの冬タイヤの試乗会、メディア向けにはですね初めての開催となりました。そして、この冬タイヤ3種をですねこのテストドライブで試させていただくことになりました。スタッドレス2種、それからオールシーズン1種ということでこの動画でお伝えしていきたいと思っておりますので、皆さん今日はですねぜひ最後までご覧いただきまして、冬タイヤの選択の参考にしていただけたらと思います。さあ、というわけで今日もチャンネル登録と高評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。自宅で簡単ガラスコーティング白山50。まず1本目は日本向けに開発をされましたノースコンタクト NC7 です。こちらはスタッドレスタイヤになって M プラス S のタイヤとなっています。まずはクローズドコースでフルブレーキングとハンドリング見ていきましょう。さあ、というわけでですね、装着しているのはノースコンタクト NC7 というタイヤです。これね、ノースコンタクトNC7 っていうね不思議な名前なんですけれども、ノースコンタクトのノースコンタクト7なんですが、これややこしいんですけれども、なんでこんな名前なんですかって聞くと、実はですねこの NC7 っていうねノースコンタクトの頭文字が後ろについているタイヤはアジアパシフィック1000倍モデルなんですって。で、逆にこの後ご紹介するバイキングコンタクト8みたいに後ろにですね VC8 みたいな感じでイニシャルが入らないのはグローバルモデルということで、そこで社内的に呼び分けている故障ということなんで、消費者には関係ないんですけれども、その違いがあるよということをですね昨日取材できたのでお伝えをしておきます。さあ、というわけでですねこの、ノースコンタクト NC7 なんですが、失礼しました。今回ですね日本海側で、非常にたくさん雪が降っている状況の中、北海道全然雪がないです。ですごく気温は低いのに昨日までもちょっと晴天なので下がすごくアイシーっていう状況なんですね。なので今回そのアイシー路面凍ってる方の氷結路面の方を先に走っているので、すごく凍っているっていうですね、もう本当にブーツで歩けないぐらい、もう足で歩いてると滑って転んじゃうぐらいのツルツルっていうことをちょっと覚えておいていただきまして、今からですねフルブレーキングいきたいと思います。さあ、このですね NC7 なんですけれども、日本向けということで静粛性と耐久性に特化したいきますタイヤになってます。さあ、今時速30キロでブレーキを踏みました。フルブレーキングをしています。すごいですね、このスタッドレスでこんなに滑る。私今回ですねこのコンチネンタルの雪タイヤ初めて装着して雪道を見ました。ゼロ加速でこれぐらい滑るっていうね感じです。今カウンター当てながらその脱出しましたけれども、このフルブレーキング路に関してはこれぐらいの IC さという感じなんですね。で、今その外絵と一緒に見ていただいてますけれども、この外絵で見ていただいている通り、この辺は少し圧雪になっています。圧雪にはなっていますけれども、結構ですよね。ここスラロームですね。ちょっとスラローム入ってみましょうか。はい、圧雪なんですけれども、その圧雪路面の下にスノー、アイスがね隠れているみたいな状況になってます。ちょっと圧雪と氷結の複合路面、すごいいいですね。ハンドリング、すごくグリップしました。そして今雪が降ってきてしまいましたけれども、ここです。さっきフォーってねオープニングの時に言ったんですけれども、ここかなりですね滑ってます。で、ここは本当にこう慎重に入っていかないと、もうほらハンドルがもう全然効かない状況になっている、私ノーブレーキで今入りましたけれども、ちょっとハンドルで操作しないと、過度に操作しないとちょっとこう車がねハイドロプレーみたいな状況になっているというような感じですね。ちょっと面白くなってきてしまった。はい、この後に VC8 に乗りますけれども、もう一回ねフルブレーキングいきますね。
今時速32キロからフルブレーキングをゴンとかけましたけれども、そうした場合にちょっとハンドルで操作をして助けてあげないとズル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 みたいな感じでね、ヘビみたいにズル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 みたいな感じでブビりながら止まったという形になりますね。でそしてゼロ加速の時も、ほらこんな感じでカウンターして当てながらサポートしてあげないと加速できないぐらいのね感じになってます。このノースコンタクト NC7 というモデルなんですけれども、日本専売ということで、日本マーケットに向けた、特徴的な性能っていうのが出されてるんですね。それが静粛性と耐久性なんですって。日本のマーケットって残溝がある限り走りたいってねいうことを望んでくる、そのタイヤにエコノミー性というかロングライフを求めるマーケットなんだそうです。というわけで長く性能が続くためにですね、かなりワシワシ走るというよりは少し性能を耐久の方に振っているっていうのが特徴的なタイヤです。対してこの後ご紹介するバイキングコンタクト8、これはグローバルモデルになりますけれども、グローバル展開モデルの方のスタッドレスタイヤはですね、より走行を楽しみたい方向けのモデルという風になっておりますので、ここはですねやっぱり好みに合わせてというかね、自分の車の性能に合わせて選んでもらった方がいいかなと思います。今30キロブレーキいきます。ね、しっかりと止まりますけれども、最後の方ズルズルズルっと滑っていく感じがありますので、しっかりと止まりたい。でこういう雪道でスポーティーに走りたい方はもしかしたら VC8 の方がいいかなっていうのを後で試乗楽しみでいきたいなというふうにも思います。あともう一つ、このノースコンタクト NC7 はですね、日本のマーケットはね特徴的なマーケットでもあって、何を求めるかというと静粛性。めちゃめちゃいいじゃん。めちゃめちゃいいじゃん。今ちょっと調子に乗ってきてスラロームをですねトントントンっていう風に行きましたけれども、こういうところのですねハンドリングのなんていうんですかね、切り替えの時の倒れ込みのなさ、これは意外とこの NC7 でもですね味わうことができます。コンチネンタルはですねスポーティーなタイヤの中でも割と私の的にはですね柔らかいというか、そのアプローチがねすごくソフトっていうような印象があるタイヤのメーカーなんですけれども、そのちょっとグリップの柔らかさみたいなものを生かしてですね、割とハンドリング鼻のノーズの入りがいいみたいな感じのイメージをすごく持っているメーカーなんですけれども、そういうところがね今スラロームで感じることができましたね。すごい楽しかったです。日本のマーケットっていうのは非常にですね世界的にも珍しい思考があります。それが静粛性にものすごいうるさいんですよね。で静粛性を求めることによってグローバルのタイヤメーカー、輸入タイヤメーカーがですねその日本のマーケットに合わせて静粛性というものの存在に気づいたっていうぐらいですね、ヨーロッパはね静粛性よりも性能の方を求めるっていう特徴があるので、その日本が静粛性を育てたと言っても過言ではないと思うんですけれども、その静粛性っていうのをすごく考えているっていうのがこのノースコンタクト NC7 の特徴です。でこの静粛性という意味でも確かにすごい静かですよね。カムリ自体が非常にパワートレインが静かですので、乗っていてカムリ自体の静かさっていうのはさることながら電子制御の音がやっぱり入るんですよ。この横滑り防止の VSC のね音がすごい入ってくるんですけど、この VSC の音がこんなに静かに聞こえる、こんなに明確に聞こえるっていうぐらい路面からの音があんまり聞こえないんですよね。すごい、確かにすごく静かです。ちなみにですねこのコンチネンタルドイツ生まれのタイヤメーカーということで、日本向けタイヤってなってくるとどこで開発してるのかっていう話がすごく気になると思うんですけれども、ヨーロッパで開発してます。そして日本向けのタイヤは、各地に工場があって生産はアジアの方でしてるんですけれども、この企画とそれからですね設計の方はですね全てヨーロッパで行われてるんですね。で日本のタイヤ開発チームのメンバーは OEM ですね、共同開発の、純正装着の、タイヤの OEM チームの方にはですね日本のエンジニアいるんですけれども、いわゆる市販タイヤに関しては
日本人のエンジニアがいなくて、テストコースも日本にはないんだけれども、日本で、門別にですね、実はコンチネンタルはオートモーティブの部門がありまして、ここは部品のサプライヤーなんですけれども、ここでですねさまざまな部品を開発してるわけなんですね。でここにテストコースがあって、門別ももちろんそのスノー炉 IC 炉っていうのを持っているので、ここでテストはしていると。なんだけれども日本のエンジニアはいないということなんですよ。でそれ以外に、本国にももちろんですね、シミュレーターというか、その大きなねドラム式洗濯機みたいな機械があって、中をカチカチに凍らして、そこをねずっと走らせるっていう耐久テストの大きな機械があるんですけれども、世界中の気候状況をそこに、データとして取り込むことによって、世界の道を再現することができるんですね、機械の中に。でそれを使って、日本の路面を再現して、そして設計しているというお話をされてました。さあ続いてですね、スノー炉の方にやってきました。ここはですね、先ほどの IC 炉と違って結構ね圧雪路面ではあるんですが、やっぱ依然ですね気温は低く天気がいいという状況なので、スノーといえ圧雪ではない感じですね。結構ちょっとところどころ凍っちゃってるかなっていうような感じです。はい、ちなみに雪道やっぱりねコンディションが刻々と変わっていくっていうのが特徴だと思うんですけれども、今マイナス4度まで上がってきました。さっきのアイスローですね、侵入した時はですねマイナス7度だったので、結構気温が上がってきちゃったっていう状況なんですけど、すごいね、めっちゃ普通に今ちょっとブレーキして、180度回ってますけれども、普通にいけますね。びっくり、すごいいいグリップしますね。さあそれではスノーロのフルブレーキングいきたいと思います。ここはですね推奨50キロということで、結構ね高めのスピードからいきます。やっぱりね50キロ、ね、スノーなんで、おおしっかり止まる。なるほどね、結構しっかり止まりますね。ちょっとで最後修正打を当てなければいけないところはありますけれども、これなぜかというとですね、伝わるかどうか分かんないんですけど、結構ここ路面がボコボコしてるんですよね。なのでちょっとなんていうんですかね、そのサスペンションの変化とかもあって、ただ単にそのタイヤの性能ではなくて、結構ゴゴゴゴっていう感じで走らせられてしまう感じがあるので、ちょっと多少制動距離伸びましたけれども、踏んでる感じはですねすごく柔らかくて、最後まで踏み抜ける感じがすごくしてます。はい、もう一回いきます。若干やっぱりね、さっきのそのアイスローよりも結構ね食いますね。なのでちょっと50キロみたいな高い速度から踏んでも、電子制御グーって聞きましたけれども、このコンチネンタルっていうのはメガサプライヤーと呼ばれているですね、いろんな車の、部品を供給しているメーカーでもあるんですね。なので電子制御との相性が非常にいいというのがコンチネンタルタイヤの特徴で、なんかね安心して踏み抜けるみたいなところはありますね。はい、というわけでまとめです。ノースコンタクト NC7 なんですけれども、乗っていてすごくコンフォート性が高いなというのがまとめです。どういうことかというと、ものすごい静粛性が高くて当たりが柔らかい、そしてハンドリングがすごくナチュラルにできるということです。対して凍った路面、完全に、凍りついた路面に関しては少しテクニックが必要かなというような印象も受けました。総じてこのコンチネンタルタイヤの特徴である柔らかさ、それからこのコンフォート性の高さっていうのはですね、すごくこの NC7 の方にも生きているなというふうに思います。特におすすめの路面は氷結路の上にですねうっすら圧雪があるみたいな路面のところで、ここではですねスポーティーにハンドリングができていくので、とっても楽しく運転ができました。さあ続いてはコンチネンタルの冬用タイヤのフラッグシップとなりますバイキングコンタクト8です。こちらはグローバルモデルということで世界中で販売されているスタッドレスタイヤ、実力見ていきましょう。おー、はい、というわけでバイキングコンタクト8です。こちらはですねグローバル展開モデルということで、同じタイヤが世界中で売られているモデルになるんですけれども、少しですね先ほどご紹介したノースコンタクト NC7 よりも価格帯が高い、高級タイヤ、フラッグシップタイヤとなります。で今ちょっと走り出してるんですけれども、明確にスポーティーですね。すごいグリップレベルが全然違う。具体的に言うと少しそのグリップレベルが高くて、早い段階から
がそのグリップを感じることができるというようなイメージです。ですので、ノースコンタクト NC7 で感じていた滑り感みたいなものがあんまりなくて、非常にですねこうハンドリング安心してハンドリングしていけるというような感じなんですね。例えば今ちょっとこう片手でねハンドル切りましたところは、さっきの NC7 だと割とこうつるんと滑ってしまってきっかけを作らないと曲がらないぐらいにツルツルだったんですよね。そこが割とこう少しこうハンドルを切ってこうこじただけでこうグリップがまた再開するみたいなイメージがあります。まずは IC 路面からいきますけれども、アイス路面ではですね30キロでのブレーキングになります。もう30キロ出てます。いくよ。あら、ちょっとだいぶマイナス2度か。結構ですね温度が上がってきてしまっていて、今マイナス2度で、先ほどの NC7 の時はですねマイナス7度だったので、ちょっと制動距離が伸びてしまいましたが、踏み感はですねめちゃめちゃしっかりしてます。 NC7 の方は少し柔らかさを感じたんですけれども、この VC8 に関してはやっぱりねこう硬さというか剛性っていうのをすごく感じますね。でそれをやはりすごく感じて楽しくなっちゃうのがこのスラロームなんですけれども、これは NC7 でも非常にこう印象が良かったところなんですけれども、例えばこの VC8 だと今ちょっと過激にね振り回しちゃいましたが、こうやって振り回したくなるぐらいですね最後のその立ち上がりの反応がすごくいいので、キュッキュッみたいな感じでこうハンドルを切っていけるっていうね楽しさがあります。さあこういうところでもですね結構しっかりとすごくですねグリップをしながら、この電子制御がね横滑り防止機能が効く前にしっかりとこうねグリップが復活するみたいな印象があります。今時速0キロからの発進ですけれども、こんな風に走り出しの時に少しこうカウンターを当てないと進み出せないぐらいの IC 路なんですけれども、それがですねそんなに先ほどみたいにいきますよ。これは路面のせいですね、タイヤのせいじゃないな。ちょっと路面的に難しいテスト状況になりましたけれども、そうこの時速0キロから走り出す時のこの修正打の当てのなさとかを見ていただきたいですね。ちょっとその外から撮ってるとだいぶこう制動距離が伸びたように見えるかもしれないんですけれども、実際問題ですね、この VC8 の方がブレーキを踏んでいった時のこの制動感っていうのが割と伝わりやすいなというふうに思います。そしてこの私の大好きなスラロームに再び入りますけれども、これねほんとすごいなと思うんですけれども、コンチネンタルはドイツのタイヤなので、アウトバーンを走行するっていうですね、至上命題があるわけですよ。スタッドレスタイヤでもそのアウトバーンをしっかりと走行できなければいけない、なので速度レンジが非常に高いんですが、なんと欧州のラベリングで T というのがついてます。アルファベットによって速度のレンジが違うんですけれども、この T というのは実は190キロまで性能が担保されているというようなものになります。ですから他の国のタイヤに比べて、非常に高い速度域でパフォーマンスが出せるというのがこのタイヤの特徴でもあるんですね。ですからハイパフォーマンスな車にも選んでいただけていいよというのがこの VC8 の特徴です。さらにですねやっぱりグローバル展開ですので、もっと低い温度域でも性能が出るように設計されているというためにですね、その低い温度で効果を出すために何が使われているかというと、シリカというものとそれからオイルが使われているんですけれども、これに菜種油を使っているんだそうですね。菜種油は圧倒的に低い温度に強い固まりにくいっていうのと、それからシリカを配合することによって、コンパウンドとしてですね非常に低温でも性能を発揮するというような材質を叶えているっていうのと、それからですねカットですね。これはこの後にご紹介するオールシーズンタイヤもそうなんですけれども、V 字のですねパターンを採用してるんですね。でこれによってしっかりと排水をしていく、水を集めて排水をしていくっていうその排水性能の高さっていうのも叶えているということなんですよ。なので、ちょっとアイス路面に関してはこのもう一つの技術であるですね、細いサイプって呼ばれている細い溝ですね。でこれが複合的に組み合わせれていることによってその倒れ込みのないですねしっかりとした性能を叶えているということなんですね。さあ続きましてスノー路面のフルブレーキングです。ここはですね時速50キロまで上げていきたいんですが、結構路面がボコボコしてきて上がるかな。さあ行きます。
というような感じです。残念ながらまたですねマイナス1度まで気温が上がってしまったんですけれども、そんな中でやはりスノーローだとですねしっかりと制動効きますね。しかもやっぱりすごい手応えあるなっていう感じがして、踏んでいった時の安心感がすごくあるんですよね。でここはおそらくそのトレッドのしっかり感っていうところに効いていて、そのサイドウォールがサイドウォールもしっかりしてるんですけれども、サイドウォールというよりはトレッド面がですねしっかりと路面を掴んでいるというような印象も受けました。さあもう一度行きたいと思いますね。しっかりと50キロまで短時間で加速していく、なかなか出ない。出ました。さあ行きますよ。はい、路面状況ねちょっと真っ白なので見にくいかもしれないんですけれども、かなりボコボコしてます。この中で、やっぱりね制動が、タイヤのグリップが均一ではない状況で制動を出すっていうのは難しい路面なんですけれども、最後まで踏み抜ける安心感っていうのはやはり NC7 よりも高いです。この辺はさすがグローバルモデルっていう感じもしますし、輸入タイヤらしいですねかっちり感っていうのをすごく味わえていくので、やはりですねしっかりと雪道でもスポーティーに走りたいという方は多少高くてもこの VC8 を買っていただけた方がいいのかなと思いました。スノーのスラロームです。いきますよ。私大好きスラローム。もう全然大丈夫だ。これもうほぼアスファルトですね。もうグラベルよりもグリップする。全然大丈夫。これ180度ターンももう全然方向を決めたらぐるーんって回れちゃう。何これ何にも怖くないです。全く普通。すごい全く普通にグリップ路面。もうね今坂道登ってますけども全然普通に走れますね。これぐらいしっかりした加速感を楽しめるんだったら、だからやっぱり時速0キロから加速していく時もこのタイヤが食いついてないとしっかりとアクセル踏んでいけないですよね。やっぱり空転してしまうと思うんですけれども、そういうところもですね時速0キロからアクセルの動力に対してしっかり加速してるな、タイヤが回ってるなっていう感じがするのでね、やっぱりもう好みですね正直好みです。はい、それではちょっと楽しくなってきちゃったので2本目いきますけれども、今みたいにですね踏んでいった時の最初からしっかり加速できるっていうのと、ほらもう横方向に今ちょっと振り回して走ってますけども、ちゃんと最終的に電子デバイスの横滑り防止機能と合わせてしっかりと横方向へのグリップも生まれるんですよね。ここが楽しいポイントです。もう本当輸入車とか、その走りが好きな国産車でも結構スポーティーなハイスペックな車乗ってる人はもうこれ一択ですね。もうおすすめです。それではバイキングコンタクト8まとめです。NC7 に先に乗ったから非常にいいね試乗の順番で乗せていただいたなって思うんですけれども、このバイキングコンタクト8がもうドンピシャ私の好みだなっていうことにすごく気づきました。つまり車好きでですね結構しっかりと雪道でも走りたいという方はこのバイキングコンタクト8一択でいいと思います。例えばスラロームに入った時のかっちり感やシュッキリ感っていうのは本当にレベルが違うので、ここはねお値段相応の性能が出てると思いますのでね、ぜひお好みに合わせたタイヤを選んでいただきたいと思います。それとこのバイキングコンタクト8が優れている点、実は非常に静かなタイヤなんですよね。で、この夏タイヤでもなかなか出ないと言われているですね、70デシベル以下というですね騒音のレベリングを叶えておりますので、こんなにね静かなのにこんなにちゃんと性能が出るというところは非常に大きな魅力になってくるんじゃないかと思いました。最後にご紹介するのがこちら、オールシーズンタイヤのオールシーズンコンタクト2です。これ私も初めて履くし、オールシーズン気になっている方とても多いと思います。早速行ってみましょう。さあ最後にご紹介するのはオールシーズンタイヤのオールシーズンコンタクト2になります。こちらですねやっぱりねオールシーズンっていうものね、最近にわかにですねやっぱ競合も多いですし、日本でもね、このタイヤで十分だなと思うようなエリアに住まれている方が選んでくるということで、私も非常にお問い合わせ受けます。オールシーズンタイヤと呼ばれているタイヤね、ちゃんとコンチネンタルにもありまして、今回ご用意いただきました。第3のタイヤみたいな感じですかね。第3のビールみたいなノリでね。というわけでレビューをしていきたいんですが、現状気温は0度まで上がってきました。ですので、かなりですねその路面の状態が朝と変わってきていて、ノースコンタクト NC7 の時とですね全然もう本当に全く別物のように路面が変わってきてしまいました。どういう状態かというとこんな感じです。もう
全然ツルツル滑っちゃって、完全に停止してからでないともうハンドル切れないみたいな、お風呂のタイルの上に水が乗っかっちゃってるみたいな感じになってて、ツルンツルンになっています。そんな中、ね、このオールシーズンコンタクト3どれだけ走れるのかというのが注目ポイントでございます。さあ、それではですね、時速30キロからフルブレーキングいきたいと思います。おー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 、つるんつるんだなるほど、これはね結構しっかり踏み抜いてもつるんとなっちゃいますね。それからほらもう私ハンドル90度に切ってましたけど、それでもまっすぐね進むというような状況です。ですからオールシーズンタイヤは非常に優れたねタイヤではありますけれども、ここまでもアイス路面ね、シャーベット路面を越えて、氷の上に水が乗っかるような路面になってくると、やはりですねそのドライバーにスキルが必要になってくるというか、安全が担保できなくなるよというところのいい例かなと思います。対してさっきびっくりしたんですけど、今ねご覧いただいている通り、外絵でご覧いただいている通りですね、路面の方が、アイスバーンのような状態の上にですねシャーベットの雪が乗っかってるみたいな感じなんですけど、こういうとこだともう普通に走れちゃうんですよね。でこれは、ノースコンタクト NC7 と同じぐらいの性能が出てるかなと思います。でここですよ、ほらもうこんなね、今やっとハンドルが効きました。こういうような状態で、ここかなりねさっきからちょっとデンジャラスなコーナーなんですけれども、ここぐらいつるんとなってしまうと、アイスにね氷結路になってしまうとですね、ちょっとハンドルを効かせるのも、ブレーキを踏みながらちょっとダーをグリップを探っていくみたいな状態が必要になってくるかなと思いました。けどね、普通に走ってるとしっかりとそのグリップもしますし、結構ねちゃんと路面に水があるような状態になるとブレーキが結構効くんですよね。で片やハードブレーキングの中でもさっきと同じね、ちょっと標板路ブレーキいきます。30キロから、はい、もうご覧の通りつるんつるんなんですけど、こういうところでは踏み抜いたとって最後までもうね、この ABS がグーって言い始めても最後まで踏み抜くと止まれるかなというような感じです。それよりも加速しないですよねカウンターステアを当てながらもトルクステアみたいな感じでね当てながら進んでいかないとちょっと進めないみたいな感じになっちゃいますね。でも雪が残ってると意外と走れるな。意外と走れますよ。だから、これはもうメーカーの人、そのコンチネンタルの人も言ってますし、各タイヤメーカーが言ってますけれども、たまにしか雪が降らないんだけれども降雪量がゼロじゃない。でもそのためにスタッドレスを買うのはちょっとなーっていう人のためのタイヤということで、一応ねM プラス S っていうねグレードがついてますけれども、そのラベルがついてますけれども、あんまり過信しない方がいいよっていうところはそうかもしれないですね。特にこういうね完全に凍結してしまっている路面ではちょっと苦手エリアかなというような感じもしますが、それがですね一旦滑り始めるとちょっとねダは効いたりするんですよね。こういうところはね非常にオールシーズンでもコンチネンタルらしいね質感が担保されているかなというふうには思います。いやもうねどれにとっても思うんですけど、コンチネンタルの最初すごくソフトで最後に芯がある感じみたいなのがすごくね全部に統一されてるんですよね。ほらもうお尻振ってますね。お尻振ってます。はい、今車がこういう状況になりましたけれども、それがグリップが戻るとまっすぐちゃんとねハンドルで戻ってくるっていうのも特徴としてはコントロールしやすい部類に入るかなというような感じですね。もう今日はちょっと路面がスパルタンすぎるっていう、ただそんな感じだと思います。はい、ちなみにこちらのオールシーズンコンタクト2なんですけれども、グローバル展開モデルになっています。日本でも販売されていますけれども、大体がですね今回ね韓国のメディアさんと一緒なんですけれども、あとね北米なんかも、それからヨーロッパもほとんどそうですね。スタッドレスタイヤというよりはですね、このウィンタータイヤとしてはこのオールシーズンがやっぱり主流なんですよね。でどういう気候かというと、日本よりも気温は低いけれども気温が低くて乾燥しているがゆえに雪が積もらないエリア、だから、少しの氷結路
ぐらいですね。だから降雪というよりはちょっとこう凍結であったりとか、薄い雪みたいなね、日本のぽったりと湿ったようなこう積もる雪みたいな感じのところではないエリアで、販売のボリュームが持たれているのがこのオールシーズンタイヤなんですよね。なのでその欧州とか韓国の冬っていう環境を知ってくださっていると、こういうところに合わし込んで作っているんだな、だったらうちでもいけそうだなっていうのがちょっとね分かりやすいかなと思うんですけれども、日本だとやっぱりね豪雪エリアとかでは全然おすすめしないです。やっぱりこう夏タイヤ冬タイヤで、その使用域を分けた方が絶対的にね安全だと思いますので、その辺は過信しすぎないでこのオールシーズンタイヤっていうのを選んでほしいんですが、逆に言うとそうじゃないエリアでは、だからほとんどドライなんだけれどもたまに雪降るっていうエリアではですね、履き替えの手間もめんどくさいけれども、もちろん雪降った時のね安全性も担保したいということもあると思いますので、お店の人とかにもね選んでもらいながらアドバイスもらいながら最適なねお買い物をしていただけたらとは思うんですが、コンチネンタルのオールシーズンが他のオールシーズンに比べて、どこがいいかというと、その優れたコンパウンドに対してねチリで唐辛子のチリね、チリコンパウンドっていうのが使われていて、これは本当に唐辛子が入ってるとかいうことではなくて、エッジの効いたものというかね、素晴らしいものへの称号として、チリコンパウンドっていうのが使われて、チリという名前が使われているんですが、いろんなタイヤにですね、例えばブラックチリとかグリーンチリとかね、グリーンだとエコの、優れたコンパウンドが入ってますよっていうのがグリーンチリなんですけれども、これに関してはですねクールチリと呼ばれているコンパウンドが入っていて、それはですね寒い路面で、しっかりとパフォーマンスを出すよというようなものなんだそうです。ですから、グローバル戦略タイヤとして、非常にですねパフォーマンスの高いというか自信のあるタイヤであることは間違いないと。装着の際のその気温差、パフォーマンスを出すべき気温差がすごく低いところから高いところまでレンジを持ってこなければいけないじゃないですか。というわけで、そのカーカスと呼ばれている内部構造も熱のダメージを受けにくいねものを使ったりとかして、その耐摩耗性に対しても非常に考え抜かれているのがこのオールシーズンタイヤなんだそうです。さあ、それではですねスノーでの50キロからのフルブレーキいきたいと思います。50キロですからしっかり加速します。わー結構進むな。はい、聞いていただいた通り、もう ABS もしっかり効いて、あと横滑り防止もギューって効いて止まりました。結構走りますねやっぱりね。ですが実はですねあんまり怖くないんですよ。で最終的には、今排泄してるなみたいな感じの、手応え、踏み応え、そして手応えっていうのがちゃんとインフォメーションとして伝わってくるので、そろそろ止まるなっていうのが分かるので、結構ね最後までしっかりと安心してとか信頼して踏み抜くことができるっていうのはね一つプレミアムタイプイヤーとしてふさわしい性能かなと思います。でそれよりも今この圧雪路面を走っていてすごい普通に横滑り防止機能も効かないし、普通にグリップして走ってるから割とねこういうところとかねまだいけるのかなという感じがしますね。なんかこれが凍結して、例えば朝晩とかね凍結をしてしまってちょっとシャーベットみたいな状況になってしまうと怖いのは怖いですけれども、でも圧雪の路面にさえ戻ってしまえば意外と排水とかも良さそうだなとは思うんですよね。そうなんかね、多分外絵で見てるほど滑って怖いとかいう感じがない、割とかっちりしてるんですよね、そのタイヤ自体が。っていうかね、多分パターンでこれね、あれVC8 の時にも言いましたっけ、なんかねパターンがしっかりしてるから、その面で止めてるみたいな、そのパターンで止めてる感じがすごいして、一個一個でちゃんと設置してグリップして止めてるなっていう感じが手応えとして伝わってくるんですよね。だから空想距離の割に怖さをあんまり感じてないです。面白いし、こうやって普通にねそのスタート地点まで向かうところの圧雪路面とかはもう結構普通に止まるんですよね。普通にターンもできちゃうっていう、普通に来ますよ、バンって踏んでも普通に普通に止まれちゃうっていう感じなんですよね。
ただまあその時速50キロまで上がってしまうとやっぱそれなりに空想距離があるので、なるほどな、これ以上無理しちゃいけないなっていうところの指針にしてください。今回短く止まったのはより雪が溜まっているところを選んで走ったからです。だからそういうね走行路面の選び方とかいうのもちょっと参考にしてもらえたらなとも思います。それではですねスノーの、スラローム行きたいと思います。さあ入っていきますね。わあここも結構ね溶けちゃってますね。溶けちゃってますが全然普通じゃん。いやー分かった。なるほどね。ちょっとすいません、楽しくなっちゃいました今雪取りみたいな感じをしてみたんですけど、これねパターンが VC8 と似てるんですよ。で両方ともグローバル展開のタイヤということで、グローバル、だからヨーロッパとかでもねしっかり走れるような仕様のタイヤになっているという感じなんですけれども、そのバイキングコンタクト8とパターンがね V 字になっていてとても似ているんですよ。なんですけれどもこっちのこのオールシーズンの方がやはりこう夏タイヤにもこう照準を合わせたタイヤになっているということもありまして、この雪の性能スノー性能っていうのは、少し落としてあるっていうね全ていけるタイヤっていうのがないので、雪の性能を、スタッドレスほどはこう担保してないっていうようなものなんですけれども、走り感はですねめちゃくちゃ似てます。本当にその VC8 のミニマム版みたいな感じで、このグリップの感じとかこのちょっとこう最後にかっちりした感じを残してあるところとかすごい似てて、すごい面白い。これはちょっとマニュアルで乗りたかったなーっていうぐらいすごい面白い。今日一楽しいちょっとタイヤの評価とは違うところにちょっと楽しみを見出してしまったんですが、こういうコースで走るならばしっかりとグリップしてしまう VC8 よりもちょっと遊ばせ幅のあるこのオールシーズンコンタクト2の方がちょっとこうねワクワクをしてしまいましたごめんなさいタイヤの評価というよりはとても乗っていて楽しいタイヤです。というわけで、オールシーズンなのでやはり雪道というよりはアスファルトでもねサマータイヤと同じような感じで乗られる方も多いんじゃないかと思って、3つのタイヤ中唯一公道に出てみたいと思います。コンチネンタルのタイヤってねそもそも私のイメージでは本当に減衰部品の一つかなと思うぐらいとても当たりがソフトでものすごくコンフォート性の高いタイヤっていうようなイメージなんですよね。でそれに伴って非常にグリップ性が高くてクイックで応答性がいいなのでスポーティーに走ることもできるっていうようなねスポーツタイヤでもとても柔らかさを感じるっていうようなイメージのタイヤなんですけれども、それがねしっかりとスタッドレスにもその味がありますね。これね今回スタッドレスタイヤ3種比べて私の感覚間違ってなかったと思いましたね。本当にねその味が全てにある。で今乗っているこのオールシーズンコンタクト2、これにもやはりですねそのコンチネンタルらしいこう芯のあるソフトさっていうのがねすごく感じられるなと思ってました。でさっきねこの VC8 と NC7 のエンジニアをしていた方とずっとお話ししてたんですけれども、やはりですねそのコンチネンタルっていうのはもちろんコンパウンドもすごく大事なんだけれども、このパターンっていうデザインっていうのをですねすごくこう大事にしていると。コンパウンド実は NC7 と VC8 はコンパウンドはシリカと菜種オイルっていうものが入っていてものすごくソフトに作っているんだと。なんだけれどもそのパーセンテージはあんまり変わらなくてパターンだけでねその乗り味っていうのを変えていてそのロングライフっていうのを叶えてるんだと。だからそのコンチネンタルにとってそのパターンデザインっていうのはすごく大事なことで、これもですねその市場のフィードバックを得てですね新しいタイヤに変えていく時にデザインを変えていくんだっていう話をされてたんですよね。でもちろんおそらくこのオールシーズンコンタクト2にもそれがちゃんとこう導入されていて、その VC8 とね似たパターンを持っているっていうのをすごくよく感じられる。だからそのスタッドレスだからオールシーズンだからそのサマータイヤだからスポーツだからっていう以前にコンチネンタルとしてのですねキャラをものすごく強く持っているっていうようなねタイヤメーカーなのかなっていうふうに思いました。
しかもね、これはNC7 のインプレの時にもお話ししましたけれども、やはりですね、そのコンチネンタルはオートモーティブ部門があって電子デバイスを作っているメーカーだっていうところにちょっと武器というかね、強みがあるのかなっていうふうに思いますね。でやはり、雪上路とかになってくると横滑り防止であるとか ABS であるとかっていうのがですね、非常に重要な安全装置になってくるわけですよね。安全部品を作っているメーカーだからこそ安全部品との相性を知り尽くしたタイヤ作りができるっていうねことをおっしゃっていて、確かになっていうふうにも思いましたね。今後やっぱりね、自動運転であるとか、その電気、自動車のようなドライバーが操作しないところでブレーキをかけるとかね、なんかちょっと運転を補助するみたいな感じの機能を持つ車が増えていく中で、やはりねその電子デバイスと相性がいいっていう選び方でタイヤを選ぶっていうのも面白いのかなと思いましたね。雨の日が楽しみになるガラスコーティング白山50。はい、というわけで今日はこちらコンチネンタルの冬用タイヤ3種を乗り比べてまいりました。いかがだったでしょうか。市場のコンディションとしては朝と今ねもうだいたい2時ぐらいなんですけれども、もうコンディションが変わりすぎてですね、非常にインプレッションが難しい状況ではありましたけれども、コンチネンタルの根底にあるコンチネンタルらしさっていうのをね全てのシーンで体感できたので、非常に興味深い市場になりました。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井ゆうきでした。バイバイ。